学者になることを人生の目標とするスメール人の中には、真実や真理の探求以外に別のことを追い求める者がいる。一見凝った研究課題を次々と提出し、学院から経費を得られれば安泰な日々を送れるからだ。悪くない発想に聞こえるが、現実はそう甘くはない。幾千年と続く強霊と忠実な守護者が、知恵で私欲を肥やす罪を見逃しはしないだろう。今回のターゲットは誰だ？運よく神の寵愛を受けたセノは、雷元素の力を操り、神霊を憑依させることで、己が規則と正義を貫く。大マハマトラの異名は吹聴したものではなく、罪人の足跡をセノ自身が追ってきたためだ。他はおまけに過ぎない。スメールで20時間かかる探索任務を完了したとき、獲得する報酬が増加する。通常攻撃は槍による最大4弾の連続攻撃で物理ダメージを与える。銃撃では一定のスタミナを消費して前方に突進し、経路上の敵に物理ダメージを与える。元素スキルを発動するとシックして経路上の敵に雷ダメージを与える。この身で万象を粛清する。元素爆発では神霊を憑依させてケイト生死と化す。ケイト生死状態のセノは通常攻撃、銃撃、落下攻撃ダメージが元素付与によって他の元素に変化しない雷ダメージへと変わる。また元素熟知と中断耐性がアップし、感電反応によるダメージを無効化できる。この効果は一定時間継続し、セノの退場時に解除される。セノがケイト生死状態の時、元素スキルは迷彩となり、強雷の力を放つことで雷範囲ダメージを与える。同時にケイト生死状態の継続時間を延長する。セノに目をつけられたのなら、おとなしく罪を認めた方がいい。でなければ死の果てまで追われることになる。天賦ラクハの採血解放後、ケイト生死状態のセノは一定間隔で末路心眼状態となる。この状態で元素スキルを発動すると最低効果が起こり、その時の元素スキルのダメージを増加させる。また前方に向けて渡航の雷を3本放ち、雷ダメージを与える。天賦苦球の権能解放後、セノは自身の元素熟知をもとにケイト生死状態の通常攻撃及び渡航の雷のダメージを増加させる。強霊を破った者にとって神霊を憑依させたセノは彼のジョーク同様悪夢のような存在だ。戦闘時、まずは元素スキルで雷ダメージを与え、元素エネルギーを蓄積する。エネルギーが溜まったら元素爆発でケイト生死状態となり、通常攻撃と特殊な元素スキル迷彩で敵に雷ダメージを与える。迷彩を的確に放つことでケイト生死状態の継続時間を延ばすことが可能だ。最低効果で渡航の雷を罪人に放ち、最後の審判を下すといい。テイワットを旅する途中、好奇心は人間の原罪であるという言葉を聞いた。世界の王妃を求める気持ちは誰もが心に秘めているが、学者はそれを探求する力を最も備えている。無論セノも理解がないわけではない。探求心の強い学者の前に謎を置くことは、竜のカードが入った七星召喚のデッキをセノの前に置くのと同じで、抗いがたいものなのだ。今思えば、マハマトラという職位ができたのは、学者を裁くのではなく、守るのが目的なのだろう。知恵により犯された重罪に、マハマトラの審判が下されるとは限らないからだ。